今回は私たちがなぜこの 12V クーラーを選んだのかサクッとお話しします。理由は大きく分けて3つ。1つ目は安さです。最近はおしゃれなクーラーも増えましたがネックは価格。とにかく涼しくなればいいなら約半値で買えるこれが中古のキャラバン的には一番おすすめです。価格は概要欄を見てくださいね。2つ目は耐久性。何も対策せず真冬の北海道豪雪車中泊旅を3回しましたが3年経った今でもガンガン冷えてくれるタフさがあります。3つ目は家庭用エアコンは大きすぎるからです。家庭用は振動による耐久性への不安もあるし何よりサイズが大きいので当初より外してました。皆さんのクーラー選びのヒントになれば嬉しいです。それではご覧ください。今回は視聴者さんの車に中古のキャラバンスタイルでこのタイプのクーラーをつけます。室外機はこんな感じで、今回用意したものの紹介。こちらが、レノジーさんの走行充電器。おおよそ 600W で充電かな。50A ぐらいで中古のキャラバン的におすすめです。で、こっからケーブル類、走行充電器に伴うケーブル、あとバッテリーに行くケーブルですね。でそれに伴うヒューズボックス2つ、これも 60A かなんかにしてます。こちらがバッテリーモニター、残量計ですね。バッテリーのでもね、バッテリー自体に Bluetooth でこう見れる機能があるので、これは視聴者さんの上田さんがぜひつけてくれと言ったので用意させていただきました。でこれがバッテリーからさまざまなものへ分岐させるあれですね。あれです。1234566分岐できるのかな。結構ね小さいけど便利ですね。これが、バッテリー、リタイムさんのバッテリーですね。でこっちがクーラー本体。今は開けません。助っ人のあやちゃんにお願いします。忘れちゃいけないのがクーラーに入れるガス、しまっときましょう。で今回はね埋め込み照明、これがねめんどくさいんですよ。これね僕らが YouTube 第1本目の動画、記念すべきの時に使った商品と全く同じ商品で、こんな感じで LED だけあって自分でハンダ付けしろよといった商品です。プラスとマイナス、ややこしい商品ですね。でこれはディマースイッチですね。明るさ調整付きのごくごくシンプルなスイッチです。で今回揃えた商品、今まで実績のある商品の数々です。クーラーにしろバッテリーにしろ、このケーブルにしろヒューズボックスにしろ、全て我々が3年今まで使ってきてトラブルがなかったものを集めてます。いいと思っているものを集めています。この状態が何もない状態です。でこの右の方にバッテリーとかいろいろ収まって、この右に上にクーラーがつく予定ですね。はい、視聴者さんね、いろいろ荷物出してあります。今まるちゃん部長といろいろやってて、なんとバッテリーが、まるちゃん入れてみて、320A のバッテリーが、うち新車のキャラバンに変わったんで新車のキャラバンのユーザーさん2人おるからな、うち。ちょっとね、で新しい。ここにね、なんと、ジャストフィットとまではいけへんけど、出っ張りが最小限で、ね、ここで収まってるね。で、容量も 320A あったら、クーラー一晩ぐらいはなんとかなるから、ね、ここにね。まだ、助っ人が来てないので、なんとも言えないけど、そんな感じとかいろいろ考えて、これぐらいか。とかね、今いろいろみんなで模索してます。匂いする。はい、おはようございます。おはようございます。2日目始まりました。はい。今日は強力な助っ人も登場してます。あやちゃんです。
おはようございまありがとうございす。ます。ありがとうございます。さまざまな段取りがちょっと荷物を下ろす。始まりました。あやちゃんの車の中、怪しいです。照明の直径に合わせて、半径か。サークルカッターが、あやちゃんの工具箱から出てきました。まずは照明から。すげえな。車の中で使ったの初めてかも。便利やな。これは便利。おーすげえ。いっちゃいます。お、開いた。来ました。わずか3分ぐらいでここまで来ました。圧倒的速さ。我々の出る幕なし。電源スイッチ、照明の仮止め。よっしゃ、これだ。それインパクトにもなってんねや。そう、これインパクトです。じゃあでも一人親方でもう何年なった6年、なんとかなったな。なんとか。それ、めっちゃ便利やな。これはなかったなら。これのアストロ製やもんな。一本だけやもんな。ああ、ケーブル引っ張るやつ。そう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 そこれがなかったらお仕事ならない。う。なあ、なれへんな、あやちゃんの場合は。絶対なら無理。これで入るか。あ、入った。入った。完全に照明完成。調光やっぱいいですね。素晴らしいでございます。はい、来たー。あーこれもうないはいなしでええんじゃん。いや、DX の、こっち側だけ DX の内装ほんまは欲しいね。うん。スペース稼げるからこれなかったら広いよな。そうやね。お、はい、ゴミ。ご、これを、うちの車につけます。こっちがいらんでしょ開けることないから。だって、FF ヒーターつけるから。ほんなら、うちの、かっこよくなるわ、まるちゃん。あれ。そうか。はい、OK。はい。で、穴こうやが、んな。穴が、うん。そこやね。ここと、ここ、プラスマイナスみたいな感じやね。ここプラスマイナス。マイナスはあそこのね、この上の2つのボルト、ここから取りましょう。で、ACC をどっかから取らなあかんねんね。アクセサリーを。ほんで、そのケーブルを1本引かないと走行充電できないので、今からね、バッテリーから取り出す走行充電器用のケーブル作り。バッテリー直下すぐにヒューズは置きましょう。はーい、もう完成。このブッシングの穴開いたね、ブッシュのサイズはこれ。どっかに出しておきます。みんな便利に調べんでええで。こんな感じでビヨーっと後ろに行きますよ。カーペットの下を通る予定です。背中がね、もう、ここがな。いっぱいいっぱい、はい。もうその下とかが、ほんまに違う。はい。もう召されていってるな。うん。うん。見された。ああ、旅立ってしもうた。うん。ああ、で。だいぶ進んでます。当たるところにはクッションを貼り付けて、ダメージは最小限に。これで、ステップを戻して、なんとなく、ゴールが見えてくるのかな。通線のね、通線のゴールがなんとなく見えてくるんかな。バンパー外します。サブバッテリーへの通線はだいぶ終わったので、
ほなクーラーをつける段取りしていきます。うい。テンパータイヤ下ろします。もうお役ごめん。よし、取れた。はい、12ボルトクーラー開封。はい。いつものよう見慣れたやつやな。なんか、すごく懐かしい。これ。あ、ほんで開けてか。食品はうん。ドレンとうん。リモコン。液パン。エキスパンションパルプ。さすがに液パンは地面に置かれへんな。もうちょっとね、これはね。よいしょ。これだけはい。間に合う。出るか。よいしょ。やっぱり電源あれやね。太い。室外機で、からやね。だからやっぱ立ち上げ、下から立ち上げてやな。まあまあまあ、まあこのままもううちはカポッと上にこのままつく感じやね。このままもうごっそりね。で、コンプレッサーの向きとか全然3年間も動かしてて大丈夫やったんで、もうこのままで何もせず。で、まあ、あやちゃんにやってもらったのは、ここに、こっちやったっけ向こうやったっけホルソーで穴開けてもうたよね。あ、そうそうそう。風抜きをね。つけた記憶がある。また穴開けなきゃね。これがね、ほんまはよくなるみたいね。オプション品で、これをブラシ列に、うん。 3メーターぐらいですね、この感じ。ぐらいね。うん。こっち高圧が。まあ、なんせ、シンプルなんはシンプルなんよね、実は。うん。つないで、真空引きして、ガス入れて、うん。したら、オッケーっていう。それ結構長いもんね。これ長いですね。うん。それはバッテリーへ、サブバッテリーへ。で、ここヒューズついてるし。うん。おー。で、大体そこが、54アンペアぐらいかな、マックス。うん流れるのがこう太いから。うん。だいたい測ってて54アンペアぐらい。コンプレッサー動いてる時で。もう最新型のやつより熱いけど、やっぱり値段考えたら、ね、倍違う。そう。これで大体、まあ、買う時によるんやけど、うん。 6万円台から7万円台ぐらい。で、薄型のやつが、安いお店で14万円ぐらい。倍違うのよ。まあ、室内機もね、おしゃれなやつになってるけど、それやったら我々もう一回壊れるチャンスをということで、同じのつけたいな。そういう考えです。コスパはよく、冷えるのが大事と。耐久性も我々3年つけてきた実績がある。これを選んだ理由は、北海道真冬3回行って、融雪剤とかで、何も処理せず耐えてきてるし、他の人はなんか冬はなんかカバーねかけたりしてるけど、もう何もしてないもんね。壊れる気満々で言ってるもんね。うんまるちゃんね、これね。でも全然壊れる気配がないよね。今シーズンももうヒヤーっとしたしな。上さん楽しみですね。どっから声出てるのこれね、中のセンサー、僕が買った時のは断線してたんよ。だから一応今回もチェックしておきます。でね、こう、おしゃれじゃないから色塗ったりとか、まあ、気軽に、これつける前やったらできるんで、塗るのもありや。これが切れ、このセンサーが切れとったん。そうそうそう。大丈夫そうやね。こっちも内装外していきます。
いうアングルで室外機の寸法を測ってシャシの下に L 字アングルでね、取り付けます。ショックの交換がギリギリやったわ。あ、本当にうん。なるほど。あ、これを右側がな、ギリギリやった。上がな。これがね。そそっか、配管取り出しこの辺でしたよね。それと、室外機のフレームが、当たって逃げへんかってん、ショック。ギリギリ、ほんまギリギリやったこっ。ちに抜かすときに。そう。それも考慮してやらんと。そう。こうついてそうやねん。だから、左にオフセットの方が、ショック交換は楽やねんな。こっちへね。そう。5センチでもよしとこうか。ちょっとね、センターから左にオフセットした方がショック交換は楽。それは経験値やな。そうやな。俺のは。これ交換してなかったら気づかない。そう。アングルを室外機取り付けに伴って測定して、これ長いアングル買ったら安く済むよね。そうね。これで1本で2000円しないぐらい。ね。切る術があれば。電動バンドソーはね、どこのご家庭にもあるからね。一家日で。ね、普通であるから。よし、ここやな。ボルトナットで挟み込む。こうなってくるかな。ほんで、ショックも全然いけそうやね。アングルを、シャシブラックを拭いたよ。この中が濡れなくなるから、この辺だけは、シャシシブラャシブラ軽く拭いてる方が。そうやね。ベルトサンダーで落とすんやね。こんだけね、出てるんで。アングル当てんのにな。削っちゃうんですそうやね。柔らか。これで面が出ましたね。面が出たことによってこう収まるね。こうやって綺麗に。こうやってアングルが固定されます。シャシブラ綺麗ね。シャシブラいい感じですよ。めっちゃいい感じやね。だから配管ね、ちょっと通していきたいと思います。一応ね、この辺りにカバーを穴開けて、こっからこの穴使っていく予定です。こんな感じでね、配管は通ったね。あと電気とドレーンやね。いい感じ。こうね。いい感じ。いけるかたら取っとけみたいな。何がいる？とりあえずこれで、ね。あ、それ全部用意してあんのか。よいしょ。よいしょ。よっ。こんな感じじゃね？うまいこと言ったな。うまいこと入った。誰がお事務所や。これで作業の自由度がめっちゃ高なるな。ちょっと高なった。内装を戻してね、ここに開けて、こんな風に配管を回してきました。外からは一切見えません。ね、こんな感じ。いて。こんな感じで出てます。いろいろアングル作り。これね、アングルを塗装してます。あれ、スタッドボルトが生えてきた。
カラーが入った。バッチリやね。なんとなくどうつくか想像できてきたんではないでしょうか。取れ高高いところや。持ってました。うん。うまいことつくかな。高さをどの辺でいくかやな。逆や。なんでどれやばいの？一杯上？目いっぱい上の方が下テーブルとして機能しやすいよな。そうね。一杯上いけるってここかな。ついに室内機がこんな感じで取り付けられます。皆さんイメージできますか？キャラバンにクーラーつけたらこんな感じになります。いいやん。ぐらいです。めっちゃいい感じ。いい感じや。はい、室内機が取り付け完了されて、視聴者さんも大喜び。さて、これが動くのでしょうか？それは私にはわかりません。あやちゃんの職業は電気屋さんです。ということで、これから電気屋さんの作業に入ります。今喋りかけたら怒られるやつ。なんで？黙々と。怖くないよ。化粧カバーもなんか綺麗についてきた。解凍中。はい。今から液パン。それ何？これナイログっていう漏れ止め剤。ナイログ？ナイログ。へえ。ナイログさん。漏れ止め。気密性高めんねや。そう。これジェルみたいになってて、こいつが乾かないんですよ。へえ。家庭用のエアコンも最近これ使う業者さんばっかり。へえ。これを差し込む。パッキンが硬いな。入るか。入った。これ無理やりやってパッキンやってもったら終わりやし。外と温度が違いすぎた。はい。結露が。うちにも同じように。覚えたてやで。ナイログつけん。ナイログ。ナイログ。俺知ってんねん。うん。ナイログ。特にこんなん振動多いから有効やね。有効やと思いますよ。まあこれ、普通のエアコン用やけど、うん。車に使ってる人いないんちゃうかな。ナイログ。ナイログ。楽天で売ってるかな。売ってる。じゃあ、タグつけときます。ナイログ。ここがほんま乾いてるから、ナイログかもしくは組み立て用のオイルを塗ってやらんと、パッキンがああ、なるほどな。いっちゃうん。どうしても無理するんで、ね。ペペローションみたいなもんやな。ああ、そうそう、ちょっと滑りを良くしてて、何の話？折れて、押さえて、で、なんか止める。入りにくいな。で、そこを最後断熱かなんかして、してやったら、配管がむき出しなんで、配管が結露するから、ほどほどで。トルク、オーバートルクしたらあかんね。こんなもんで。はいはいはい。こうね、断熱材巻いて、一応結露対策はできるところまでやります。これで、室内機は完成。あとはね、ドレンの最後処理をします。その維持で。配管だいぶ余るね。だいぶ長いね。そんな長かったっけ？長かったような気はする。配管完了。そして、今から真空引き。美しい。いい感じ。電源線はね、後から処理します。はい、真空引きします。30分ぐらい。
だいたい30分ぐらい。で、このクーラーは3缶ぐらい入る予定やね。そうね。600g ってなってるから、で、まあ一応添加剤も今回用意してます。はい日産純正。安いからね、日産純正。銘柄違うけど大丈夫です。134A。また3缶余っとるけど。10分放置。 10分放置。OK。オッケー。真空完了。完了。これで、ガスの矢抜き。OK。どっち高圧こっち入れまーす。はーい、ガスチャージ。冷たなってきよる。めちゃくちゃ冷たい。手が冷たい。ドライヤーがヒートガンがあると、こいつの方が圧上げれるから押し込めるんやけど。これ今しないです。めちゃくちゃ安物だけど。うまいな。上がってきた、上がってきた。はい、コンプレッサー回りました。なんか肩変わってんのかな。同じものやのに俺のより静かなような気がする。いや、そんなもんか。いや、静かじゃない。こんなもんかな。うちのもっとうるさいな気する。プフォーって。あ、温まってるやつ。ちょっとだけ温めた。卵みたい。これで動かして引っ張るね。そうそうそう。コンプレッサーで圧縮してあげないと、通常の圧力までしかいかれへんから、それよりも高い圧力で中に入れるから。コースの入れ抜きよね。2本目。はーい、2本目入ります。水よ、水よ。パン回りよる。回ってる。なんか俺のより静かなような気するな。まあそれやとしたら羨ましいな。一応ね、今ドレーン後でつけるんで、仮に今水出たらあれやからつけときました。だいぶ冷たなってきたね。うん、冷えとるわ。前もそうや、そう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 。そうやねん。飲まんな言うて。言うてたら気すねんな。だから使ってて、無理なったらまた足そうか。そう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 。な温度計さした気すんねやほんで。確かな。結構冷えてた。8度か7度ぐらいまで行ってたような気すんねん。全然行ってたから十分なあね。添加剤入れて様子見ます。どうですか。寒い。寒い。ありがとうございました。でもこれで帰っていいですか。今まだこっちはこんな感じ。良さそうでしょ。ありがとうございます。これ限界。もう一本手わけにはいかへんねんもんね、これでね、これ入れればええってもんじゃないもんね。そうそうそう。うん。吸おうとしないし、入れすぎると今度液化したやつが気化しないから、そうすると熱交換しないから。規定量より若干少なめやけど、まあそんなもんかなって。まあ前回つけた時もね、そんな感じやったもんね。そうね。まあちょっと配管の温度を今測ってないからなんともやけど、
圧的には悪くなさそうな、圧出てる。いや、嬉しいね。モンションちゃんと動いてるやん。割ってる動いてるよ。もう、なぜか私のスマホと連動させてます。お前は初回充電してやれよっていう話だけど、これスパルタで言ってます。いやちゃんと動いてるもんね。動いてる。50% 残ってます。動かしてる。今日冷えてるよね。ね。いやいや、ぜひぜひ、まるちゃんもぜひ。ここでも寒いもんね。ね。いや、あえちゃん、なんか報われましたな。いやー、ようやくここまで来た。ね。やったー。やっぱり3日やね。電源周り引いたりしてたら、3日はいるね。手探りとかもあるからよ。そうやね。まあ、1回ね、あえちゃんはつけてくれてるから、だいぶその経験値があるのが幸いやね。そうね。見本がもう一台おるし。全く同じ車やしね。すごい。いやー、嬉しい。ありがとうございました。エアコンからの電源をどこに通すか今考えてます。はい、バンパー戻します。終わり感が見えてきたけど、実は左側の内装まだついてますね。こう取ったらバレへん。バレん。はい。そうだね。ドレンホースね。今ついたね。こんな感じにしました。こっちもね、内張りつけていって、配線こんな感じで内張り削って出してます。これね、クーラーの線。前はバッテリーからの線。もちろんまだ繋いでませんよ。で、ベッドフレームまでこっちね、つけて、今から木工作業に入ります。クーラー昭和タイプ。会社。だいたいこんな感じでパネル類、電装周り収まってきそうですね。はい、配線こんな感じ。ご自身で頑張ってください。僕やったらこうする、私やったらああするで大丈夫やと思います。人それぞれレイアウトは自由なんで、まあ参考になればね、こんな感じでベッドキットの横に分電盤とか配電盤っていうのかな、作りました。これね、いろいろ配線まだ完成じゃないけど、あえちゃんがしてくれて、まあ皆さんの参考になるか分からへんけど、今回はね、こうもう隠したりしません。メンテナンスで考えて。ね、まだちょっとこんなメーターとかもまだです。今からね、エアコンをオンしたいと思います。テストでね。はい。お！ちょっとね、最強設定にしてみようかな。やっぱこっちのと一緒ぐらいやね。冷たい風来てます。成功。大成功。はい、エンジンお願いします。これがね、エンジンかけて30秒後ぐらいに光れば、ちゃんと充電するわけですね。あ、ついた。こんな感じで点滅し始めるんで、まだか。はい、これでね、もうランプ無事ついたんで走行充電してます。で、まあ今設定おかしいんで、
あれやけど、電気もこうやって点滅して入っていってます。で、スマホのアプリでこっちのバッテリーは容量が見れるので、僕は視聴者さんの、サブバッテリーを乗っ取ります。視聴者さんのサブバッテリーを乗っ取りました。今 49%、充電中、49% で充電中っていうの出てますね。いい感じです。50アンペアで入っていってます。これもいい感じです。バッテリー情報、まだサイクル0回。いいですね。ちょっとね、このバッテリー欲しくなります。な、まるちゃん。ちょっといいよね。これをスマホで見れるっていう安心感な。前の席でな。やっとなんか完成なんで、あとは組み上げていくだけです。嬉しいね。嬉しい。あやちゃんお疲れ様やったね。ね。はい。今日はね、視聴者さんのキャラバンに12ボルトクーラーと照明、で、サブバッテリー、うまいことつきました。でね、ちょっと見にくいやろうけど、暗いから。ベッドの下、横に、すべて電気周り集約してあります。で、室外機は、ね、何度もお伝えしているように、テンパータイヤのあったところ、地上高もあります。約3日半作業、ゆっくりしながらかかりました。ね、まるちゃん。はい。今回、ちょっとね、大変なこともあったけど、あやちゃんすごいね。すごい。やってくれるね。視聴者さんも喜んでくれたし、まあ、すごいコスパよく組めたと思います。はい。まあ、なんぼやとかは、もう言いません。ご想像にお任せします。取り付けてみた。そうやね。取り付けてみたよね。で、照明も調光式。これ一番マックスで明るいね。そうね。新車に取り付けてみたいな。そう、めっちゃ怖いよな。新車はめっちゃ怖いね。怖いよ。ね、あやちゃんもプレッシャーあったと思います。いや、傷とかつけたらいかんな、思うし。視聴者さんがさ、もう穴開けても何でもええ言うてくれたから、気は楽やね。そこはね、もう穴開けなしとかは絶対無理やから。でも最小限やとは思います。ね。はい。何も問題なく動作しました。はい。今後ともね、このクーラーで車中泊ライフ楽しんでもらえたら嬉しいです。はい。はい、今日はこれで終了。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、並びにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back.